部屋を片付けたはずなのに、気づくとまた机の上や椅子の上に物が戻っている。そんなことありませんか？部屋が散らかるのは性格のせいでも片付けの才能がないからでもありません。毎日の中でつい何気なくやってしまう習慣が物の置き場を少しずつ増やしているだけなんです。今日はそのついやってしまう習慣を一緒に見直していきましょう。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。今日は60代田中久美子さんの暮らしを参考に、頑張って片付け続ける方法ではなく、散らかる前にそっと見直したい5つの習慣をお話しします。つい置きっぱなしにすること、床や通り道を塞いでしまうこと、収納で目隠しをしてしまうこと、紙類を後で見ようと貯めてしまうこと、そして片付けを大仕事にしてしまうこと。どれも誰でもついやってしまうことばかりです。大掛かりな片付けを始めなくても、ここに置くのをやめてみようと思える場所が見つかれば、そこから家の中に物が集まりやすい流れはちゃんと変わり始めます。この動画が今日最初の1箇所に気づくきっかけになれば嬉しいです。最初に見たいのは、家の中にできた小さな仮置き場です。片付けたはずなのに、いつも同じ場所からまた物が集まり始める。そんなことはありませんか？片付けというと、物を減らしたり収納を整えることから始めたくなりますよね。でも実は散らかる始まりはもっと手前にあります。それは後で片付けるからと何気なく置いた小さな仮置きなんです。バッグを椅子に、郵便物をテーブルの端に、紙袋を玄関の隅に、一つ一つは小さくても、その場所はいつの間にか置いてもいい場所に変わってしまうんです。だから最初に見るのは、何を捨てるかではなく、どこに物が集まり始めているか、そこに気づくだけで散らかる流れは変わり始め、家の中にほっとできる場所が戻ってきます。あなたの家にもつい物を置いてしまう場所はありませんか？食卓の端、椅子の背もたれ、下駄箱の上、こうしたちょっと置ける場所ほど物は集まりやすいんです。久美子さんの家ではテレビ台周りが仮置き場になっていました。ここにちょっとだけと、最初は郵便物を1枚、そのうち携帯のケーブル、メガネ、ペン、薬の袋まで集まり、リモコンだけを置くはずの場所がちょっとした物置き場になっていました。そこで久美子さんはテレビ台周りだけは開けておくと決めました。郵便物はその場で確認する、薬はいつもの収納へ戻す、携帯ケーブルも使ったら戻す。物を減らしたわけではありません。ただ物が集まりやすい場所を一つ減らしただけです。すると朝テレビを見るとき、画面周りがすっきりして部屋の印象が少し変わりました。それまではテレビをつけるたびに画面より先に散らかったものが気になっていました。でも視界が一つ軽くなるだけで、一日の始まりが前より穏やかになったんです。こうした仮置きはただ置いているだけに見えて、未来の自分に片付けを先送りしていることにもなります。小さな紙1枚だからこそ、いつでも片付けられると思って後回しになりやすいんですね。でも後になるほど、どこに戻すのか、まだ必要なのか、捨てていいのか、そう考えた瞬間、立ち上がる前から気持ちが疲れてしまうことがあります。そして結局、また明日でいいかと先延ばしになりがちなんですね。でもこれは誰にでも起こることです。物を置きっぱなしにしてしまうのは性格のせいではなく、戻す場所が少し分かりづらかっただけ。置き場所が決まっていないものは誰でもつい目の前の空いた場所に置いてしまうものなんです。こうした仮置きを見直すことは、
部屋を完璧に整えることではありません。明日の自分が探さず迷わず気持ちよく動けるようにするためです。食卓は食事をする場所、椅子は腰を下ろして休む場所、玄関は気持ちよく出入りする場所。物が置かれたままだとその場所の役目が少しずつぼんやりしていきます。余計なものを置かないだけでその場所はまた本来の役目を取り戻していきます。それは部屋がきれいになるだけでなく、食卓でお茶を楽しむ時間や椅子に座ってほっと休む時間を取り戻すことでもあるんです。次に整えたいのは毎日通る床周りとさっと拭きたい平らな場所です。家の中で通るたびに少し避けている場所はありませんか？寝室のベッドから窓辺までの通り道、リビングのテレビとテーブルの間、台所へ向かう入り口、こうした場所はただの空間ではありません。人が通り、物を運び、暮らしの流れをスムーズにしてくれる場所です。そしてもう一つ見たいのがキッチンカウンターや下駄箱のような平らな場所です。こうした場所は汚れた時にすぐ拭けると暮らしがとても楽になります。けれどそこに紙袋やバッグだけでなく、おしゃれのつもりで敷いたマットや布、ちょっとした置物、傷防止の透明シート、こうしたものが重なると歩きにくい、掃除しにくい、拭きにくい、そんな手間が知らないうちに増えていきます。だから床と通り道、そして平らな場所は物や敷物で塞ぎすぎないこと。それだけでも歩く時の引っかかりが減り、掃除を始める気持ちも少し楽になります。久美子さんの家で気になったのは台所へ向かう通り道とキッチンカウンターでした。台所の入り口近くには買い物帰りのエコバッグがフックにかかったまま床に置いていないので、一見片付いているように見えます。でも通るたびに腕に当たりそうになり、急いでいる時ほどストレスになっていました。床に置いていなくても体を避けて通る場所なら、そこは暮らしの動線を塞いでいる場所なんです。キッチンカウンターに置いた汚れ防止の透明シート、久美子さんも最初は汚れを防げるなら敷いた方がいいと思っていました。きれいを保ちたいと思ったからこそ選んだものだったんですね。でもよく見ると壁の端にはホコリがたまり、シートの上には水跳ねの跡も残っていました。どかす手間があることでカウンターをさっと拭くことが遠のいていたんです。そこで久美子さんは透明シートを一度外して平面全体を水拭きしてみました。すると白い平面が明るく見えて、台所の一角がすっと軽くなりました。水跳ねに気づいたらその場でさっと拭ける。汚れを防ぐつもりがかえって汚れに気づきにくくなっていたんですね。久美子さんはそこでようやく敷いて守るよりすぐ拭ける方が清潔を保ちやすいと気づいたそうです。通り道や平らな場所を塞ぐものは大きなものだけではありません。紙袋一つ、バッグ一つ、マット一枚、透明シート一枚、どんな小さなものでも歩く、拭く、掃除する、その動きを少しずつ重たくします。特に60代からは床に物を置きっぱなしにしないことが毎日の安心につながります。避けずに歩ける、かがんでどかさなくていい、掃除機をそのままかけられる、それだけで家の中は随分動きやすくなります。もちろん足元が冷える場所や滑りやすい場所まで無理に外す必要はありません。まずは通るたびに避けている紙袋、掃除のたびにどかしている箱、拭く前にめくっている布やシート、その中から今の暮らしに合わないものを一つだけ見直してみてください。
毎日通る場所がすっきりすると、歩く時の引っかかりが減り、掃除も始めやすくなります。その積み重ねが毎日の暮らしを優しく支えてくれるんですね。そして次に見たいのは、物を見えない場所へしまうことで片付いた気になっていないかということです。どこにしまったかわからず、同じものをまた買ってしまう、そんなことはありませんか？3つ目は、収納で目隠ししてしまう癖です。私たちはつい見えない場所にしまえたら、一旦片付いたように感じてしまいます。でも実は、収納を増やすほど物の住所が複雑になって、必要な時にすぐ取り出せなくなることがあります。だから収納を増やす前に見たいのは、しまっているものが今の暮らしでちゃんと活躍しているかどうかです。そこが見えてくると、探し物に振り回される時間も買い直しの不安も和らいでいきます。押し入れやクローゼットの奥にずっと開けないままの箱はありませんか？見る前から面倒でそのままにしたくなることもありますよね。溜め込んだ紙袋、直すつもりで残した小型家電、もう着ない服。久美子さんの家にもそうした収納がいくつもありました。まだ使える、手放すのはもったいない、そう思って箱に入れたものの、何年も見返さず場所だけを取っていたんです。中には昔の家族写真や子供が小さかった頃の作品もありました。見ると懐かしくて大事に取っておきたい。でもしまい込んだままだと見返す機会はなかなかありません。そこで久美子さんは、残すか手放すかではなく、本当に見返したいものだけを写真に撮る、一冊のファイルにまとめる、一つの箱に絞る、そんな形に変えていきました。思い出は残しながら、収納の奥に眠らせていた気持ちを軽くすることもできるんですね。収納が増えれば片付く、そう思いやすいけれど、見えない場所が増えるほど必要なものまで埋もれてしまうことがあります。箱に入れたまま何年も見返していないなら、今の暮らしに合う形へ変えてもいいのかもしれません。収納は物を隠す場所ではなく、使うものを取り出しやすくする場所です。これは本当に使っているものかな、それとも見えない場所へしまって安心したいだけかな。一度だけ自分に聞いてみる。その問いかけだけでも新しい収納を買い足すことも減り、収納は隠す場所から暮らしを助ける場所に変わっていくんです。4つ目は、後で見ようと思ったまま増えていく紙類です。紙類は一枚一枚は軽いのに、気づくと一番増えやすいものです。久美子さんも以前は食卓の端に届いた書類を重ねたまま何日も経っていることがありました。病院の書類、年金や税金のお知らせ、領収書や保証書、どれもすぐ捨てていいのか、いつまで残すべきか迷うものばかりですよね。きちんと確認しようと思うほど、後で見ればいいと同じ場所に重ねてしまう。でも実は紙は混ざった瞬間に見る前から気持ちが重くなります。大事な紙まで不要な紙の中に埋もれてしまうと、確認する前からため息が出ることもあります。そして一度溜めてしまうと、後から見るだけでもさらに気力がいります。だから紙類でまず大切なのは、きれいに分類することより、大事な紙と不要な紙を同じ山にしないことなんです。紙類は種類だけでなく、誰のものかまで混ざると手間が一気に増えてしまいます。自分の確認が必要な書類、夫の保険関係、家族から預かった書類、町内会など家に関するお知らせ、これが全部一山になると、誰のものか、いつまでに見るものか、自分が判断していいものか、一つずつ考える必要が出てきて、手が止まりやすくなるんですね。紙類がたまると大変なのは、
枚数が増えるからだけではありません。後で見よう、後で分けよう、後で捨てよう、そうした後回しと判断が一緒に積み重なるからなんです。紙類を見直す時の基本はいきなり収納方法を決めることではありません。出して、分けて、減らして、しまう、この順番です。久美子さんもまず食卓の端や棚の上にある紙類を一度全部出しました。次に人ごと用事ごとに分ける。自分の書類、家族の書類、お金に関する書類、町内会のお知らせ、そこから期限が過ぎたものやもう見返さないものを減らします。残すものは封筒やファイルへ。不要なチラシや期限の過ぎた案内はその日のうちに紙ゴミへ。それだけで食卓の端に紙が積もることが減り、テーブルの上にも余白が戻りました。紙類を混ぜて積まないことは部屋をすっきり見せるためだけではありません。必要な時に大事な紙をすぐ見つけるため、後で確認する気持ちを軽くするため、そして未来の自分が探し物で困らないようにするためです。予約日を確認したい時、通知書を見返したい時、家電の保証書を探したい時、必要な紙がすぐ見つかるとそれだけで安心できます。出かける前の支度も急な確認も前より落ち着いて進められます。テーブル周りがすっきりしていれば、食事の時間やお茶を飲む時間もほっとできる時間に戻っていくんです。最後にお伝えしたいのは、片付けを大仕事にしないことです。ここまで仮置き、通り道、収納、紙類、散らかる前に見直したい習慣をいろいろな角度から見てきました。暮らしの中でつい後回しになったり、安心のために残したり、後で見ようと思ったり、どれもそうした小さなついが重なって物が集まりやすい流れを作っていただけなんです。あなたも部屋が散らかってくるとこう思うことはありませんか？今度の休みにまとめて片付けよう。時間がある日に一気にやろう。どうせやるならきちんと全部整えよう。そう思うほどなぜか始められないことがあります。むしろ何事も真面目に取り組む人ほど片付けもきちんとやろうとするのかもしれません。中途半端にするくらいならまた時間がある日にしよう。そう考えた瞬間、片付けは気合が必要な大事に変わってしまうんです。でもここで一度考え方を変えてみます。本来片付けは自分を責めるものではなく、明日の自分を助けるものです。お茶を入れる前にテーブルの紙を1枚分ける。部屋を出るついでに床の紙袋を1つ移す。立ち上がったついでに椅子の服を1枚戻す。その場で捨てる、戻す、分ける。1つだけなら大抵1分もかかりません。けれど後でまとめてやろうとすると、そのたった1分が何倍にも大きく感じられることがあります。だからこそ小さいうちに手を動かすことは遠回りに見えて一番続きやすい近道なんです。片付けは暮らしを正すための作業ではなく、家で過ごす時間を心地よく過ごすための準備です。食卓でお茶を飲む時間、出かける前に慌てない朝、探し物をせずに始められる一日、そうした何気ない時間を守るために今一つだけ整えておくんです。ほんの些細なことに見えるかもしれません。でもその一手は明日の自分への思いやりでもあるんですね。私も今でも後で捨てようと思った紙ゴミが何日も机の上に残っていることがあります。そんな時はまず1枚だけ、まず一つだけ、一つだけ、一つだけと心の中でつぶやくようにして、身の回り半径1メートルから見直すようにしています。部屋を出るついでに紙を1枚捨てる。立ち上がったついでに
小物を一つ戻す、そのくらいの気軽さでやると、片付けは暮らしの流れに溶け込んでぐっと始めやすくなるんです。このチャンネルでは片付けや節約を通して60代からの暮らしが楽になるヒントをお届けしています。今日の内容が少しでもお役に立ちましたら、高評価やチャンネル登録、そしてハイプでも応援いただけると嬉しいです。食卓の端に積もった紙類やつい物を置いてしまう場所など、ここなら一つ見直せそうと思い浮かんだ場所があれば気軽にコメントしてくださいね。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てくださったあなたの毎日が散らかる前に優しく戻せる暮らしへ整っていきますように。